こんにちは、レイムです。マリサだぜ。OOTP26FA 補強禁止縛りシリーズの5回目だよ。今回は2026年のオフシーズンを進めていくぜ。諸々の対応を進めていく前に、プロスペクトランキングが更新されているから確認しよう。全体トップ100に7人の選手が入っているな。そうだな、ドラフト1位から3位で獲得した投手3人がトップ100に入って、投手のプロスペクトの層が一気に厚くなったよ。一方で、昨年オフにトレードで獲得した選手のうち、ポテンシャル評価が下がっているのが多々いるな。ただその選手の能力自体が下がったというよりは、スカウトの評価の精度がこの1年で上がって、本当のポテンシャルが明らかになったと考えるべきだと思うよ。このスカウティングアキュラシーというのがスカウトの評価の正確性を表していて、今はベリーハイ、つまりとても高い状態になっているんだけど、昨年獲得した時にはロー、つまり低い状態になっていたのが原因と思われるよ。これは他球団にいた選手だから低くなっていたということではなく、ゲーム開始直後でまだスカウトがほとんど活動していない状態でオフを迎えてしまったことが大きく影響しているぜ。そうだな、特にライブスタートで開始した場合はオフまでの期間が短くなるのもあって、スカウトの評価が行き渡らないから、1年目のオフは積極的なトレードは控えるべきだったと反省しているよ。今年からはより正確な評価を元に獲得する選手を見定められるから、引き続き若手集めは進めていくぜ。まあ、今の各選手の評価が必ずしも正しいとは限らないんだけどな。改めて、昨年同時期のプロスペクトランキングと見比べてみよう。左側が現在、右側が昨年のものだぜ。中でも大きくポテンシャル評価が下がったのがスアレス。獲得時のポテンシャル評価は75だったが、現在は44まで下がっているぜ。OSA レーティングの方では54という評価だったから実際は50くらいだと思っていたが、それよりもさらに下がって、ローテに入ってこれるかも微妙になってきたよ。他にもブレイスや、現在の方には入っていないロング、バードセルなども評価を下げているよ。ただ、マイナーシステムランキングでは30球団中1位に浮上したぜ。このまま常に1位にいるくらいプロスペクトを集め続けたいところだね。じゃあオフシーズンの対応に戻るよ。来季の予算は引き続き30球団中最下位。まずは年俸調停権を持っている選手との契約延長の決定。今年はメディナ、ペラザをノンテンダーにしたよ。メディナはこの2年怪我で全く投げられていない投手だぜ。また、スプリングスが今年限りで FA となるよ。次に自動で契約が更新される選手の整理。40人枠が全て埋まっているから、少し多めに整理したいところだな。早送りしているがケリーとコルテスをリリース。そしてこの6人を DFA にしたよ。このうち他球団から獲得されたラベンダー以外とマイナー契約を結んだぜ。また、ルール5ドラフト対象の選手のうち、ガーランドを40人枠に。ポテンシャル評価51の投手だな。今季はトリプル A で O2.2 をマークした先発投手だぜ。打高リーグだから成績の見栄えは悪いけど、FIP- が96と平均以上の投球はできているね。他球団から DFA された選手も確認。この中から内野手のノア・ミラーを獲得したよ。ドジャースから DFA されたミラー、とにかく守備能力の高い内野手だぜ。順番は前後するが、彼が獲得できそうだったからペラザをノンテンダーした感じだよ。では、FA 解禁日までスキップ。当然メジャー契約のオファーはできないので、マイナー契約で獲得できそうな選手に適当にオファーを出しておくよ。そしてウィンターミーティングまで日程をスキップ。ドラフトロッタリーの抽選の結果、全体1位指名権を引き当てたよ。これはめちゃくちゃ大きいぜ。見事 16.5% の確率を引き当てたな。来年のドラフトで球界のスターになるような選手を獲得したいところだぜ。じゃあ、トレードの交渉をしていくよ。ただ、そんなに放出候補はいなそうだな。おそらくセベリーノを取ってくれるチームはないだろうし、残り3年のソダーストロムでよほどの対価が得られる場合は放出するか、あとは開始時から言っているウィルソンをトレードに出すかくらいかな。じゃあ、ウィンターミーティング終了までスキップするぜ。ということでウィンターミーティングが終了したよ。今年はこの3件のトレードを成立させたぜ。では1件ずつ紹介していこう。1件目はツインズとのトレード。控えの内野手ディアスを放出し、メジャーデビュー前の選手3人を獲得。ディアスは控えの内野手。サードの控えとしてロースターに入っていたが、メインはファーストの選手だったぜ。そして獲得した1人目が、内野手のレイン・ドンコン。まだ多少伸びしろはあるが、サードもしっかり守れるし、内野の控えとしてはすでにディアスより優秀かもな。ちなみにこのドンコン、2024年のツインズとドジャース間のマーゴットを中心とするトレードで、ツインズへ移籍しているんだが、この時に交換相手としてドジャースに移籍したのが、先ほどウェーバーから獲得したノア・ミラーだったらしい。くしくもその2人がアスレチックスに揃ったわけだな。2人目は投手のタナー・ホール。現在能力も伸びしろも高くないが、今のチームならそこそこやれるかもという先発投手だぜ。ルール5ドラフトでどれくらい投手を取るか次第だけど、来季からすぐ起用する可能性もあるよ。最後3人目はブライス・カニンガム。彼はポテンシャル評価42のリリーフだぜ。前の2人に追加で取れたから、一応取っておいたくらいの選手だよ。続いて2件目はパイレーツとのトレード。控え野手同士のトレードという感じだよ。放出したのは控え外野手のトーマス。控えとしては十分な能力だが、直近2年とも出場が40試合台に留まっていたぜ。なんとしてでも出したかったわけではないけど、対価がそこそこだったから放出することにしたよ。その対価が内野手のウェルビス・マルティネス。
1、3塁だけでなく、一応2塁も守れる強打の内野手だぜ。打撃のポテンシャルも高く、サービスタイムも1年未満と、かなり魅力を感じているよ。来季からそこそこ出場機会を与えられると思うぜ。もう一人獲得したのはリリーフのアンソニー・ソロメと。彼も一応取っておいたくらいの選手だから詳細は割愛するよ。最後3件目のトレードはカージナルスとのトレード。このトレードは正直トグラの放出ありきのトレードだよ。そのトグラの能力はこちら。去年途中にウェーバーから獲得していまいちだったとはいえ、放出する必要はあったのか？実はさっき獲得したマルティネスに出場機会を与えたかったんだが、監督が組んだオーダーだとこのトグラが DH に入ってマルティネスがベンチになっていたんだ。なるほど、彼はすでにマイナーに自由に落とせない選手だから、安い対価でも放出しておきたかったということだな。そういうことだよ。そして獲得した一人目の選手がマシュー・ミューラ。俊足の外野手だよ。二人目も外野手のトラビス・ハニーマン。あまり特筆すべき点がない、一応取っておいた選手だよ。ということで今年は、控え選手をまずまずの若手選手と引き換えた感じだったよ。ソダーストロムやウィルソンのトレードも一応模索したんだけど、放出に踏み切るほどの対価は得られそうになかったよ。ということでソダーストロムと契約延長の交渉をしてみたんだけど、なかなかの額を提示されたから一旦見送ったよ。まあ、両翼しか守れない選手で守備面でプラスを作れるわけでもなく、今年も WRC プラス115、防 1.6 くらいの成績だからな。外野はバトラーや今年はいまいちだったけどシンプソンもいるし、一応交渉すれば多少金額や年数は減らせるとは思うが、現状ここまでの規模で延長する価値はないと判断したよ。続いてはルール5ドラフト。今年も、潜在能力が高そうな選手を中心に狙っていくよ。ということで終了後にスキップだぜ。はい、ルール5ドラフトが終了。今年は6人を指名したよ。去年の7人に続いて、今年も大量に獲得したな。それじゃあ1人ずつ見ていこう。1人目はファーストのニック・チミロ。全体的に打撃能力が高い選手だよ。OSA レーティングの方だと評価が多少下がるが、長打力と選球眼はまずまずのものを持っているぜ。ファーストにはカーツがいるから、DH で起用かな。2人目はルーク・リトル。左のリリーフ投手だぜ。彼はカブスでの通算4シーズンで51試合に登板していて、2026年も12試合に登板している投手。ただ、サービスタイムは2年未満で今後しばらく保有できる選手だよ。能力的にも勝ちパターンのリリーフとして活躍してくれそうだな。3人目はジョシュ・ステファン。伸びしろはあまりないが、先発としてそこそこやってくれそうな能力だぜ。まだ25歳で MLB 経験なしと長く保有でき、今の投手陣なら先発5番手くらいに入ってこれそうな投手だから指名したよ。そして4人目も先発候補のブレイク・ウォルストン。彼もステファンと同じくらいの能力の先発投手だぜ。どちらかはローテーションに入ってきてほしいという感じだよ。そして5人目はクーパー・イングル。キャッチャーの選手だぜ。スカウト精度が低く若干心配な面もあるけど、守備能力が高く、最低限控え捕手としては重宝しそうだよ。選球眼が高いところもいいポイントだな。私好みの選手だよ。そして最後6人目はレイナルド・ヤン。とにかく球に力があって、コントロールに課題のあるリリーフ投手だぜ。伸びしろはあるが、現在能力が39と正直1年間ロースターに入れ続けるのは厳しいけど、まだ勝ちに行く時期じゃないから1年間我慢しようと思うよ。1年我慢して正式に保有権を獲得したら、一旦来シーズンマイナーに落とすイメージだな。あとは怪我しやすさが、デュラブル、と、非常に怪我のしにくい選手であることも評価ポイントだよ。ポテンシャル通り成長したらリリーフとして重宝しそうだな。ルール5ドラフトを終えた時点でのラインナップはこちら。チミロが入ったことでマルティネスをサードに回し、マットショーがセカンドに回っているな。投手陣でもステファンが先発5番手、リトルがセットアッパーに入っているよ。少しずつ戦力が充実してきた気がするな。まだまだ足りないけどな。なお、ロペスとペルドモの2人を DFA にしたよ。わざわざこのタイミングで外す必要もないけど、現状のラインナップをわかりやすくするために、アクティブロースターを26人にするための処置だぜ。2人とも他球団から獲得されなかったから、一旦トリプル A に行ってもらったよ。さらにパドレスから DFA にされていたマット・ボルドロンを獲得。昨シーズンパドレスで14先発して7勝3敗、防 2.2 を記録した先発投手だぜ。うちのチームではエース級の投手になりそうだな。さて、続いてはインターナショナルアマチュアの獲得。今年は2人の有望株を獲得したよ。1人目はドミニカ出身のエドワード・ゲラを契約金380万ドルで獲得。とにかく打撃能力のポテンシャルが高い外野手だよ。将来の主軸候補だよ。2人目もドミニカ出身のフアンガマ。残った契約金200万ドルで契約したよ。彼も打撃のポテンシャルが高い野手だぜ。守備能力はそこまで高くないが、幅広いポジションを守れる点は良さそうだよ。これであらかたオフの対応が終わったから、開幕まで日程を進めるよ。というわけで開幕日までスキップしたよ。じゃあ、他球団から DFA された選手を確認しよう。今年はこの中からトビアス・マイヤーズをクレームするよ。本当はその上のプリエスターという投手も獲得したかったが、我々よりも優先度の高いパイレーツにクレームされていて獲得できなかったぜ。獲得したマイヤーズの能力はこちら。
オーバーオール48の先発投手だぜ。あと5年保有可能な選手で、今の投手陣だとローテーションの前半を担ってくれそうな投手だよ。じゃあ最後に、更新された開幕時点のプロスペクトランキングを確認しておこう。MLB 全体のトップ100に入っているのが8人。また、画面に収まりきっていないが、30人が MLB 全体500位以内に入っているぜ。確実にマイナーの層が充実してきているな。マイナーシステムランキングでも39段中1位をキープ。ピーターソン、アーノルド、デフリースあたりを今季終盤か来年くらいからデビューさせて、徐々に勝負期に向けて準備を進めていく予定だよ。今回はここまでにするよ。次回は2027年シーズンを進めていくぜ。もし次回も見たいと思っていただけた方は、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。